皆さんこんばんは。ミスタービヨンドです。今日は宇宙から飛来した謎の超高エネルギー粒子、アマテラス粒子についてです。わずか 1g 集めるだけで地球を完全に破壊することができる危険極まりない粒子です。さながら惑星破壊兵器でしょうか。本日はそれが一体どんなものなのかをご紹介できたらと思います。2021年5月27日、アメリカユタ州で行われていた超高エネルギー宇宙船を観測する実験、通称テレスコープアレイ実験で驚異的なエネルギーを持つ宇宙船が観測されました。この観測は2008年から大阪公立大学の藤井准教授ら国際研究グループが根気強く行っていたもので、琵琶湖とほぼ同等な広範囲の砂漠に507台もの検出器を設置し、宇宙船を観測するというものでした。宇宙船とは宇宙から地球に降り注ぐ高エネルギーの粒子のことです。1912年にオーストラリアの物理学者ビクトル・ヘスによって発見されました。通常の宇宙船であれば、毎日私たちの体を1秒間に約100個ほど素通りしているくらいごく一般的なものです。しかし、今回観測されたのは、そんな通常の宇宙船とは比べ物にならないほど高いエネルギーを持つ超高エネルギー宇宙船です。そのエネルギーは驚愕の244エクサ電子ボルトでした。エクサというのは10の18乗であり、日本語に直すと100京です。これは人類が地球最大の粒子加速器で加速できるエネルギーよりも4000万倍強いエネルギーです。このエネルギーは原子よりもはるかにミクロな素粒子が太陽全体が1ナノ秒の間に放出するエネルギーを持っていることに等しいのです。わずか1ナノ秒とはいえ、素粒子がこれだけのエネルギーを持っているというのは何とも驚きではないでしょうか。ただ、さらに衝撃的なのは、もしこの粒子が 1g 集まれば、理論上地球を完全に破壊することができるエネルギーを要するということなのです。この発見された高エネルギー粒子は、宇宙の謎の解明につなげる期待を込めて、日本の神話に登場する神様の名前にちなんで、アマテラス粒子と名付けられました。ただ実は奇妙なことに、このアマテラス粒子は、従来の理論と矛盾しており、大きな謎を生んだのでした。それは通常、ビッグバンの痕跡であり、宇宙全体に存在する電波、宇宙マイクロ波背景放射との相互作用により、超高エネルギー宇宙船は宇宙空間を長距離移動できないはずであるからです。つまり、理論上はアマテラス粒子のような莫大なエネルギーを持つ宇宙船が地球に到達することはまずありえないということです。これを GZ 系限界と呼びます。しかし、実際にアマテラス粒子は観測されました。これは一体何を意味するのでしょうか。可能性としては、予想以上に近い場所で超高エネルギー宇宙船が生成された、もしくは未知の物理現象が起きた、などです。そこで研究チームはアマテラス粒子が到来した方向を調べました。その結果、ローカルボイドと呼ばれる銀河があまり存在しない方向から飛来していたことが分かりました。ところが、その方向には超高エネルギー宇宙船を生成できそうな天体は何一つ見つからなかったのです。なので、観測上は何もないところから莫大なエネルギーが誕生したことになってしまうのです。今回の発見は大発見ではありましたが、謎が謎を呼ぶ存在となってしまったようです。現在、アマテラス粒子の起源を説明する仮説がいくつか提案されていますが、どれも仮説レベルでしかなく、誰も正確なことは分かっていない状況です。いくつかご紹介したいと思います。まず一つ目が、磁場によって粒子の進路が大きく曲げられた説です。これは、アマテラス粒子のような超高エネルギー粒子でも、宇宙空間の磁場の影響を受けて曲がる可能性があるためです。宇宙最強の磁場を持つマグネーターやブラックホール、未発見の巨大天体などが考えられます。しかし、これほど高いエネルギーを持つ粒子がどの程度磁場の影響を受けるかについては、まだ十分な理解が得られていない状況のため、予測の域を出ません。次に、
未知の天文現象によって生成された説です。宇宙は非常に広いため、すべて完全に観測できているわけではありません。なので、私たちがまだ知らない宇宙現象は数えきれないくらいあると考えるのが自然です。そんなどれかの現象が今回の超高エネルギー粒子を生成したという可能性はあります。また、特殊な条件下にあるブラックホールや特殊な中性子星の合体など、極限的な環境で起きる可能性も考えられます。なので、もしこの説が正しければ、アマテラス粒子の研究を通じて、全く新しい宇宙の姿が見えてくるのかもしれません。最後に、暗黒物質の崩壊で発生した説です。暗黒物質は、その存在自体は推測はされているものの、直接観測されたことはありません。なので、もしも観測されれば、それだけで間違いなくノーベル賞を受賞するとも言われています。この説はかなりぶっ飛んではいますが、ダークマターが完全に謎に包まれているため、完全に否定しきれないのもまた事実です。もしこの仮説が正しければ、アマテラス粒子は暗黒物質の性質を直接的に示す初めての証拠となる可能性があるため、素粒子物理学と宇宙物理学の両方に革命をもたらす可能性を秘めています。個人的には響きだけでも最もロマンを感じた仮説なので、アマテラス粒子の正体がこれであったら最高と考えています。現在でもアマテラス粒子の謎を解明するため、科学者たちは観測を続けています。先のテレスコープアレイ実験をより広範囲で行うため、TA Time 4という拡張計画を進めています。これにより、より多くの超高エネルギー宇宙船を捉えることができるようになると言えそうです。さらに、国際的な協力も進んでいます。グローバル宇宙船観測所という構想があり、これがもし実現すれば、宇宙規模で超高エネルギー宇宙船の観測が可能になります。ワクワクすることばかりなので、今後の進展が待ち遠しいですね。ちなみに、今回ご紹介したアマテラス粒子は、実は歴代2位の記録であり、第1位は1991年に観測されたオーマイゴッド粒子が持つ320エクサボルトです。アマテラス粒子よりもわずか76エクサボルトだけ大きいため、数値上は大差がないように感じられますが、これは 1g 未満で地球を完全に破壊できることを意味しています。怖いですね。ここまでの話を聞くと、もしもアマテラス粒子 1g 分が地球に出現したら、具体的にどうなるのかが気になると思います。なので、一つこんなシミュレーションをしてみたいと思います。2000X 年、人類はついに宇宙でも最強クラスのエネルギーであるアマテラス粒子の制御に成功します。それは人類にとって非常に大きな成果となりました。歴史の教科書がまた新しく塗り替えられる瞬間です。莫大なエネルギーを得た人類文明は飛躍的に進化し、人類史上類を見ないほどの平和が訪れます。それから数年後、何事もなかった日常が一瞬にして地獄絵図に変わります。最悪なことに、アマテラス粒子を制御していたプログラムに致命的なバグが発見されたのです。研究員は慌てて修正しようとしますが、時はすでに遅く、制御できなくなった機械からわずか 1g だけのアマテラス粒子が漏れ出てしまいました。絶対に遭遇したくない世界線ですが、どんな結末になるのかを見ていきましょう。まず、アマテラス粒子 1g が漏れ出した瞬間、途方もないエネルギーが一気に解放されます。このエネルギーは、広島に投下された原子爆弾の約100億倍に相当します。エネルギー解放の第一段階では、粒子が存在していた場所で巨大な核融合が起こります。核融合とは、原子同士が融合して別の原子になることです。水素2つが合体してヘリウムになるのが核融合です。この反応は太陽の中心部で起こっているものよりもはるかに激しいものとなりました。周囲の物質は瞬時に数千万度まで加熱され、プラズマ状態になりました。この超高温のプラズマは高速に近い速度で膨張を始めます。膨張する過程で周囲の空気や地殻の物質を巻き込み、さらに大きなエネルギーの塊となっていきます。数マイクロ秒のうちに、この巨大なエネルギーの玉は地球の中心核まで到達します。地球の内部構造は一瞬にして崩壊し、マントルや外核の物質が宇宙空間に向かって噴出を始めます。この時点で地球の重力は急激に変化し、大気や海洋は
宇宙空間に飛散し始めるのです。地球上のありとあらゆる構造物や生命体は、この激しい振動と熱で瞬時に分解されてしまうことでしょう。数秒から数分のうちに、かつて地球だった物質の大部分は高温のガスやプラズマの雲となって宇宙空間に広がっていきます。残った固体の破片は新たな小惑星帯を形成するのかもしれません。ただ、地球の破壊は太陽系全体にも影響を及ぼします。月は軌道を失い、地球の破壊によって生じた大量のデブリは長期間にわたって太陽系内を漂うことになるのです。現代人類の科学レベルでは到底扱うことができないアマテラス粒子ですが、今後も扱われないことを祈るばかりですね。どう考えても危険すぎます。あとこれは余談ですが、子供の頃に見たドラえもんの話の中で、惑星破壊型爆弾という秘密道具があったと思いますが、もしかしたらその爆弾の中にはアマテラス粒子やオーマイゴット粒子の塊があったのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか？今回はアマテラス粒子についてご紹介してみました。自然界の猛毒生物にもわずか数グラムで人間や象すらも死に至らしめる毒で溢れています。蜂蜜に含まれているボツリヌス菌の毒に至っては、わずかな量で全人類を葬ることさえできるそうです。ただ、まさか1グラムで地球そのものを死に至らしめることができるなんて、なんとも驚きですね。そう考えると、わずか数グラムで宇宙すらも死に至らしめる何かが、もしかしたらこの世界にはあるのかもしれませんね。そんな物質は危険すぎるので、絶対に見つからないことを祈るばかりです。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。